あなたは娘を失った母の気持ちを理解できますか？遡ることおよそ41年前の1981年3月6日、舞台は西ドイツのとある裁判所。その日、ある事件の第2回目の公判が行われました。被告人はクラウス・グラボウスキー、当時36歳。彼は当時7歳だった少女アンナ・バッハーマイヤーを殺害した罪に問われていました。そしてこの日、公判が開廷したかと思うと、法廷内は異様な空気に包まれます。先日の公判でも傍聴席にいたある女性が被告人のグラボウスキーのもとへ一直線に向かったから、弁護人でもない人間が何をやってるんだ。法廷内にいる全ての人がそう思いました。しかし彼らが女性の手元を見た途端、全員の背筋が凍ります。その女性が握っていたあるものとは拳銃だったんです。裁判所に持ち込まれた拳銃。被告人に歩み寄った女性は何者なのか。そしてその大胆な行動の理由とは。実はこの女性の人生は醜い男性の欲望によって翻弄されていたんです。おはす YouTube わざわざコメントとかしてる人って絶対いい人に決まってるのが持論。ケンちゃんです。やみやみこです。はい、皆さんここで残念なお知らせです。次の祝日は7月18日までありません。ずっとゴールデンで本気で生きてればもうずっとゴールデンでいいからです。本日皆様にご紹介するのは西ドイツの裁判所に拳銃が持ち込まれた事件について。拳銃なんてそもそも持ち込めるセキュリティがやばいわね。拳銃とか見たことねえわ、まず。まあそうね。この島国において。エアガンぐらいしかないよね。まさかね、裁判官や検事がいる前で発砲なんてできるわけもないですよね。僕はこの事件をした時に、ほんと女性蔑視の愚かさが生んだね、とんでもない事件だなと思ったんですけど。そこに繋がってくる。そもそもこの被告人っていうのは一体どんな罪に問われていたんでしょうか。被告人の犯罪歴。遡ること52年前の1970年、西ドイツが今回の舞台。この地に幼児に性的いたずらをして逮捕された男がいました。男の名はクラウス・グラボウスキー、当時25歳。ただ初犯ということもあり、グラボウスキーは精神科医への通院を条件に釈放。ちょっとなんか甘い気もしますけどね。彼はこれで真面目な青年になるはずでした。ところが事件から5年後の1975年、30歳になったグラボウスキーは再び罪を犯してしまうんです。精神科医の通院は何だったのよ。再犯してるっていうことでね、意味がなかったとも言えますよね。再び少女にターゲットを絞ったグラボウスキー。アパートの自室へ連れ込むのに成功し、いたずらをしようとしたその時、彼にとって思いがけない事態が。連れ込んだ少女が服を脱がせた途端、泣き出してしまったんです。うるさい、バレるだろ、黙れ。焦ったグラボウスキーは泣く女の子の口を塞ぎました。しかしまたもや思わぬ事態が。焦ったグラボウスキーが少女の口をひたすら塞いだ結果、なんと少女は窒息し動かなくなってしまったんです。慌てたグラボウスキーはとっさの判断で少女に水をかけると、少女はなんとか息を吹き返し一命を取り留めました。すんでのところで殺人犯にはならなかったものの、少女への性的暴行未遂のためグラボウスキーは再び逮捕されることに。釈放しなかったらこんな事件起こんなかったんじゃないのよ。懲りもせず少女を襲ったグラボウスキーは早速裁判にかけられるんです。しかしこの時彼が行ったとある判断がその後の彼の人生を大きく変えてしまうんです。早速始まったグラボウスキーの裁判。精神科への通院も意味をなさず、2度目の罪を犯した彼に対し裁判官は、このまま釈放するのはあまりに危険な人物だ。即座に収容施設に入れ、保護観察下のもと生きるべきだと判断。グラボウスキーはこのまま収容施設に入れられ、そこで一生を過ごすはずでした。しかしこの決定には一つ抜け穴があったんです。それはあることさえすれば収容施設に入れられなくて済むという決まり。そのあることとは抗がん除去手術。言いづれんな。抗がん除去手術。はぁ？ゴールデンボール取れれば外出られるって西ドイツどうなってんの？今のね、日本では考えられないことなんですけど、西ドイツは大真面目にこれをやっていたんです。男性は抗がん、すなわち精巣を失うと 99% の確率で性衝動を失い再犯しなくなるとされていました。そして1976年、この手術を受けグラボウスキーは収容施設に入らずに済んだんです。精神科では治らなかった彼の性衝動もこれでようやく収まるはずでした。しかしその期待はまたもや裏切られてしまうんです。なんと彼はよりによって 1% の方になり、性衝動が全く失われなかったんです。しかも抗がん除去手術の2年後には隠れて男性ホルモンを注射、勢力を回復させ性行為ができる状態まで戻ってしまったんです。人間の体すごいっすね。ただグラボウスキーの性衝動が失われていないことは本人しか知り得ないこと。
そしてこの抗がん除去手術を受けた事実は後の彼にとって有利な武器となっていくんです。武器って何よ、気になるわね。そして性行為のためには何でもする男ね、こいつ。アルコール依存症とかね、ギャンブル依存症とかあるんですけど、それと並行してセックス依存症と呼ばれてたりするんですけど、実はこれで正式名称ではないんです。2018年 WHO はついにこの症状に名前を付けました。それこそが本日のメタラキーワード、脅迫的性行動症。脅迫的性行動症とは、性行為やベーション、ポルノ視聴、性風俗店などの利用が通常の人と比べて過剰な状態を表すんです。その度合いは日常生活に大きな支障が出てもその行為をやめられないほど、性欲が強すぎるとかそういう次元ではないんです。脅迫的性行動症の人は脳の報酬系と呼ばれる神経回路に機能不全が生じた結果、やめたいと思っているのにやめられない状態に陥るんです。グラボウスキーが抗がんを除去しても性衝動を失わなかったのは、そもそも脳の神経回路に異常をきたしていたからなんです。性欲が満たされてるかどうかっていうのを、脳が正常に判断できない状態ってことね。そういうことですね。グラボウスキーは何があっても絶対に性欲がなくならないやつだったんですね。そしてとある少女に目をつけたんです。そのとある少女こそ冒頭でもご紹介した裁判の被害者なんです。性欲に忠実な男。1980年、グラボウスキーは手術後、肉屋で働いていました。そして、その肉屋の近所には、とある少女が住んでいました。彼女の名前はアンナ・バッハーマイヤー。当時7歳。まだ幼いアンナは、まさにグラボウスキーにとって理想の相手。そして5月5日、グラボウスキーはある行動に出てしまうんです。アンナが街を一人で歩いていると、不意に話しかけられた。お嬢ちゃん、おじさんの家で猫と遊ばないかい？猫が大好きだったアンナは、いいよ。その誘いに乗ってしまった。そしてグラボウスキーのアパートの部屋に着いたが、もちろん猫などいない。おじさん、猫はどこにいるの？そう話しかけられるや否や、彼女の体を押さえつけるグラボウスキー。いや、やめて！そう叫ぶアンナの声も虚しく、彼女は襲われてしまった。しかし最悪なのはそれからだった。グラボウスキーは自分の性欲が満たされると、アンナが履いていたストッキングを手に取り、一気に首を絞め殺してしまったのだ。彼はアンナの体を縛って段ボールに入れ、自宅で数時間放置。そして辺りが暗くなった頃、その段ボールを持って出かけた。到着したのは運河のそばにある童貞。彼はそこに穴を掘ると、段ボールごとアンナを埋めてしまった。前の犯行と違ってこれ計画殺人でしょ。アンナがいなくなった方が割れにくいとでも思ったのかしら。そんなね、グラボウスキーの思惑なんですけども、あっさりと砕かれるんです。その日の夜、全く帰ってこない我が子を心配していたのはアンナの母親、マリアンネ・バッハマイヤー。彼女はすぐさま警察に通報しました。そして警察は近所に住んでいたグラボウスキーにすぐにたどり着きます。いくら抗がん除去手術をしていたとはいえ、2度も少女を襲っていることに変わりはなく、その日のアリバイもなかったため、結局グラボウスキーは逮捕され、警察の尋問によりアンナの殺害と死体遺棄をあっさりと認めました。そして翌年の1981年3月3日、グラボウスキーの初公判が行われたのですが、これがなかなか一筋縄ではいかなかったんです。グラボウスキーは犯行を認めてんじゃない？いたずらに関しては再犯だし、何が問題なのよ。裁判の行方っていうのは結構弁護士のね、腕によって左右されてしまうところはありますよね。初公判でグラボウスキーは警察での自供と一転、検事の追及に曖昧な返答でのらりくらりと交わしていました。彼は裁判官に対し、俺はもう少女になんか興味ありません。俺はただアンナと遊んでやろうとしただけなんだ。それなのに誘拐されたと騒ぎやがった。それだけじゃない。誘拐だと言いがかりをつけ、俺をゆすってきやがったんだ。前科持ちの俺は動揺して、つい首を絞めてしまっただけなんだと供述。そしてグラボウスキーの弁護士も、彼は抗がん除去手術を受けていて性欲などありません。どうしてこの事件が性犯罪になってしまうんでしょうか。彼はゆすられたので首を絞めたのに過ぎません。もはや正当防衛と言えるでしょうと述べ、刑を軽くするように求めたんです。絶対さ、弁護士に入れ知恵されてたわよね。相当ね、やり手の弁護士によってグラボウスキー有利の雰囲気が裁判所に漂ってたんです。そしてその様子を見ていた一人の人物がいました。実はこの人物こそ今回の事件のキーマンなんですが、その人物の人生も波乱万丈だったんです。愛する娘。
今回の事件のキーマン、それはアンナの母マリアンネ。事件当時わずか30歳で愛する娘を亡くした彼女。そんな彼女の人生も波乱の連続でした。遡ること72年前の1950年6月3日、ドイツのザルスタット、旧ナチスドイツ将校の娘としてマリアンネは生まれました。しかし父は酒に溺れ、見かねた母はマリアンネを連れて離婚。その後母は再婚するんですが、新しい父親とマリアンネは反りが合いませんでした。そんな家族に恵まれないマリアンネでしたが、不幸はこれだけではないんです。マリアンネが9歳の頃、性的暴行を受けたんです。じゃあ何、親子2代でそういう目に遭ってたってことでしょうね。治安のね、問題もあったとは思うんですけど、本当に許せないですね。彼女はね、もちろん心に傷を負ってしまうんですけど、これだけで不幸がね、終わらなかったんです。その後成長したマリアンネでしたが、16歳でボーイフレンドの子を妊娠、さらに18歳でも妊娠し、長女と次女を産みます。私もやっと女性として幸せな人生を歩める、そう思ったマリアンネですが、何の因縁か彼女の人生にはまだ試練が待ち構えていました。なんと次女の出産直後、マリアンネはまたもや男に襲われてしまったんです。この男はすぐに捕まり裁判になったんですが、下された判決は懲役わずか1年半。なぜこんなにも刑期が短いのか。それは裁判所がマリアンネは身持ちの悪い女だという決断を下したから。つまり彼女は結婚前に2人も妊娠している軽い女だから襲われても仕方がない、そう司法が認めたということなんです。もう司法とはっていう感じですよね、本当に。いや、もうこんなのさ、よく日本で言ってるおっさんいるんだけど、ミニスカート履いてる女性が痴漢されるのしょうがないみたいな、そんなもん暴論でしょこれ。された側がね、悪いみたいなやついますよね。でもね、西ドイツはね、当時はそういう価値観だったんですよ。そしてマリアンネの悲劇はこの後も続いてしまうんです。マリアンネは23歳で別の男の子供を出産。それが三女となるアンナでした。実は長女と次女は彼女が成人する前の子供だったため、里子に出されていてマリアンネの元にはいませんでした。だからこそ彼女はアンナのことを可愛がろうとしたんです。ただアンナの父親にあたる人物にも問題がありました。アンナが生まれた時、レストランのオーナーだった彼はマリアンネにこう告げたんです。結婚してほしいんだ、うちの店の料理長と。この料理長とはパキスタン人で腕は確かだったんですが、ビザの関係でもうすぐ国外追放になるところでした。彼はオーナーとして料理長をマリアンネと結婚させることでこの問題を解決しようとしたんです。男の身勝手な価値観によって女性としての幸せをまたしても踏みにじられてしまったマリアンネ。もう男は信用できない、そう悟った彼女は結局結婚もせず、シングルマザーとしてアンナを育てることに決めるんです。なんでマリアンネの周りにはろくでもない男しかいないのよ。そんなゴタゴタの最中に起きたのが今回の事件だったんです。当然マリアンネもその裁判の場に言い合わせます。そう、動画のね冒頭で銃を裁判所に持ち込んだのはこのマリアンネだったんです。亡き娘のために。1981年3月6日、第2回目の公判が開かれました。しかしそこでとんでもない事件が新たに起きてしまうんです。それではこれより第2回目の審理を開始します。裁判が始まった。法廷には弁護士や裁判官、もちろん被告人席にはグラボウスキーの姿が。そして傍聴席にはマリアンネ。最初の公判ではおとなしく裁判を見ていた彼女だったが、この日の彼女には明確な目的があった。公判が始まるや否や席を立ち歩き始めたマリアンネ。傍聴人であるはずの彼女が法廷を横切り、たどり着いたのは被告人席の背後。彼女の手には22口径のベレッタ。そしてマリアンネはグラボウスキーの背後から8発の銃弾を撃ち、6発が命中。グラボウスキーは即死だった。彼の死を確認したマリアンネはこうつぶやいた。あなたのためよ、アンナ。そして彼女は静かに銃を捨て、両手を上げ、自らの逮捕を望んだ。アンナのためね。でも普通だったら司法に任せなさいよって思うけどさ、これまでの人生とか今回の裁判の様子とか見てると、そうなっちゃうのも理解はできるかもしれない私。むしろ理解しかできなくない？自分の子供がそんな風にされたらさ、判決がどうとかっていうよりも相手が憎くなっちゃうんじゃないかなと。射殺までするかってところもあるかもしれないけど、僕はもう絶対許せないと思います。こうして前代未聞なんですが、法廷内で射殺事件が起きてしまって、マリアンネは逮捕。そしてこの後マリアンネの裁判が開かれるんです。
1982年11月2日、殺人罪で起訴されたマリアンネの裁判の第1回公判が開かれます。この頃にはマリアンネの事件やこれまでの彼女の人生のことが事細かに報道されていて、世間には彼女を擁護する声が溢れていたんです。そんな裁判でグラボウスキー殺害について聞かれたマリアンネは、司法はグラボウスキーにふさわしい罰を与えるとは思えませんでした。私がこの手で罰を与えることで罪を償わせるしかなかったんですと供述。そして4ヶ月後の1983年3月2日、判決が下ります。神聖な法廷で殺人を犯したマリアンネでしたが、懲役はわずか6年。問われた罪は過失致死と武器の不法所持のみでした。さらに刑務所に収容されて3年後には仮釈放され、そのまま出所。もちろん殺人犯としてはドイツでも異例の判決です。マリアンネはこれまでのトラウマや娘の死を受けて精神的に不安定な状態にあり、責任能力を問うことは難しい。全ては弁護人のこの主張が受け入れられた結果だったんです。司法がマリアンネに味方したって感じがする。ただ一人の愛する娘を失ってまた一人になってしまったマリアンネ、その後の彼女の人生は一体どんなものだったんでしょうか。1985年、出所後間もなく教師の男性と結婚。これまでに3人の子を産んでいたマリアンネでしたが、結婚は35歳にして初でした。その後、夫の仕事の都合でナイジェリアに移住していたんですが、結婚から5年後の1990年に離婚。しかもその頃、マリアンネは自身が膵臓がんに侵されていることを知り、ドイツに帰国。そして1996年9月17日、46歳の若さで生涯を終えました。今は娘のアンナと同じ墓に埋葬されています。確かにマリアンネは恋多き女だったのかもしれません。だからといって性被害に遭うのは仕方がないという考えは違います。性欲を満たすだけの道具のように彼女を扱い侮辱してきた男たち、女性を軽く扱う犯罪者や司法の悪しき判断のせいで第二のマリアンネが生まれないことを願うばかりです。